にちは、インクレディブルーのグミです。今日はこのようにスライドさせるとメッセージが出てきて、蝶々の羽がポップアップするカードをご紹介します。前回のカードに使ったジップストリップの台を使ってペリペリと剥がしてからでないと、このプルタブは引くことができなくて、ペリペリっと剥がしたらテキストが出てきて、プルタブを引くとさらにセンチメントが出てきます。反対側にはメッセージを記入することができます。このように左を引っ張るタイプ、上を引っ張るタイプなど、いろいろアレンジして作ることができます。蝶々を使ったシャビーなタイプやバードクレイジーの可愛いタイプでもいいですね。スライダーカードと同じ作り方ですが、丸いドーム型になって足がぴょんと浮くので、とても可愛いです。ペリペリのリップストリップの台がなくても、スライドさせて丸くドーム型になってポップアップする楽しいメッセージカードになると思います。それでは早速始めていきましょう。まずはじめに私が作ったカードのサイズですが、ベースのサイズが3インチ ×8.5 インチ、センチですと 7.5 センチ ×21 センチです。スライドした時に出てくるメッセージカードのサイズは2インチ ×3 インチになります。カードのサイズは自由に作りたいサイズに変えてくださいね。今日はインクはあまり使わず、パターンペーパーのカードストックタイプを使って簡単に作っていこうと思います。そしてスライドさせるプルタブのサイズですが、2インチ ×4 インチ、センチですと 5.5 センチ ×10 センチになります。こちらはご自由に細くしたりしていただいても構わないと思います。メッセージのサイズはだいたい半分より少し小さいくらいがいいと思います。今日使う蝶々の台はシジックスのティム・ホルツデザインのスクリブリーバタフライズを使っていきます。ベースのカードストックを半分に折ります。リップストリップスの台と蝶々の台を置いてみます。リップストリップスの台を使わない場合も、蝶々の右側 1.5 センチから2センチ開けておきましょう。全面付箋で両方をまとめてしっかりと貼ります。折っていたカードストックを広げます。クリアファイルのシートを1枚下に引き、ダイカットマシンに通します。クリアファイルが台の傷を吸収してくれますが、カットはされてないです。クリアファイルを1枚入れるだけで失敗なくきれいに抜けます。台に挟まっている細かな抜け殻は、私は歯ブラシを使って抜きます。ブラシの部分を短くカットして使っています。気持ちいいぐらいとてもよく抜けて便利ですよ。練り消しを使って抜き取り、さらにまたブラシを使ったり、残っているところを歯ブラシでまた抜いたり、上手に2つを使うととても便利です。ブラシでも抜けない小さなものは、最後は練り消しを使って抜き取ります。蝶々は違う色にしたかったので、別のパターンペーパーでダイカットしました。
練り消しはとても便利なアイテムで大活躍で手放せません。抜いた蝶々の後ろに薄いトレーシングペーパーをカットして貼ります。丸く曲がる部分なので、あまり紙を重ねない方が本当はいいです。蝶々の裏側にトレーシングペーパーを貼っても良かったと思います。ディストレスインクのヴィンテージフォトで蝶々の周りをエイジング加工しておきます。トレーシングペーパーの中心の部分にだけ糊をつけて大カットの蝶々を貼ります。リップストリップの余分な端っこの部分をカットします。スライド用のプルタブをちょうどいい長さに合わせてみます。ベースの中央に置きます。ベースの折り線に両端から同じ長さになるように印をつけます。カッターで切り込みを作り、タブの差し込み口を作ります。この定規のように1ミリくらいの幅で線から線をカットします。プルタブがスムースに入るか確認してみます。プルタブをちょうど良い長さに調整します。ペリペリの下のラインからもはみ出さないようにします。ペリペリの台を使わない場合は、ベースの端から 1.5 センチくらいのところで折ります。折った時のプルタブの部分に糊をつけて貼ります。ペリペリの台を使う場合は、折ったところに印をつけます。印から1センチのところにさらに印をつけます。ハサミで1センチぐらいの切り込みを入れます。そこから線まで90度戻ります。上に折り上げます。プルタブを差し込み、折った部分を下げて糊をつけます。プルタブの線の位置を合わせて貼り合わせます。ペリペリを使わない場合は切り込みを入れずに折った部分でそのまま貼り合わせましょう。斜めに曲がっているので片方がくっついてないようです。裏側からもしっかりと貼り合わせましょう。スライドさせた時にプ
プルタブを引っ掛けるメッセージカードを貼ります。プルタブの引っかかる部分を残して糊をつけます。スライドさせた時に引っかかりやすいように少し折っておきましょう。インクでエイジング加工するのを忘れてました。ペリペリっとした後にスライドさせて引っかかるかどうかを確認してみましょう。ペリペリっと剥がした時に出てくるセンチメントを貼ります。この場合、上から剥がしていきますので、センチメントの向きに注意しましょう。両端をバナー型にカットしましたが、引っかかってしまうようなので、カットしない方が良かったと思いました。プルタブを引っ掛ける部分は、丸やお花の形などのパンチでもいいと思います。ヴィンテージフォトでエイジング加工をしていきます。バーサファインクレアのペンシルスケッチで少しだけスタンプを加えます。バーサファインクレアのノクターンでセンチメントをプルタブにスタンプします。プルタブの出ている部分に印をつけます。プルタブをスライドさせてからスタンプを無理やりしてますが、これはちょっとやり方が難しかったので、次に簡単なやり方を載せてます。プルタブの出ている部分に印をつけてスライドさせます。スライドさせた部分にも印をつけます。プルタブを差し込み口から抜きます。印と印の間にスタンプをします。センチメントに小花のスタンプを加えてみました。蝶々の中心にラインストーンやパールを最後に加えます。このようにトレーシングペーパーの蝶々を二重に貼ったりアレンジしてもいいですね。
はい、いかがでしたでしょうか。ペリペリを剥がすとセンチメントのテキストが出てきて、プルタブを引くと蝶々がポップアップします。さらにセンチメントが現れて、反対にはメッセージも書くことができます。プルタブを引っ掛ける部分はいろいろと工夫してみてくださいね。蝶々の裏にはトレーシングペーパーを貼りました。このように蝶々を二重にしたりすると華やかになりますね。空洞のままにする場合は裏側にブリッジの紙を貼ります。縦型バージョンもいいですね。バードクレイジーを使った可愛いタイプのカードもいいと思います。こちらも裏からブリッジの紙を貼り、表からはテキストを貼ってサンドしてます。この丸いドーム型になるスライドポップアップカードのメカニズムは以前も実は使ったことがあります。鹿さんのポップアップブックを作った時にこのように使いました。2年前に作ったものでとても懐かしいです。ペリペリを剥がさないとプルタブを引くことができない楽しいカードですが、ペリペリの台がなくてもドーム型になる可愛いスライドカードなので、ぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴くださりありがとうございました。